はい、どうもこんにちは。屋根裏実験室です。今日はですね、7725、はい、借りてきました。インジェクターですね。今これ一番世の中に一般的に流通しているインジェクターじゃないかと思います。新しく、例えば HPLC のインジェクター買うときって、大体この7725というタイプがついてるかと思います。前回紹介した7125っていうのはですね、実は、あれって旧タイプなんです。で、今はもう絶版になって買うことができないんですけども、この7725というタイプについては今でも販売しておりますし、買うことが可能です。で、7725もですね、何種類かありまして、7725i とついているものと、7725、i がついてないタイプと2種類あります。で、i がついているタイプっていうのは、こういうふうに、マーカー信号、ポジション信号ですね。レバーが下にいるのか、上にいるのかを判別する信号の線がついております。で、7725と i がついてないタイプは、信号の線がついてないタイプですね。で、これレオダインという会社が昔販売してたんですけども、今IDX っていう会社に変わっちゃってるみたいです。販売元が変わってしまってるんですが、一般的によく言うレオダインのインジェクターというもので間違いありません。はい。で、インジェクター絡みのですね、不具合って一般的にいろいろあるんですけども、一番多いのは打てない。要するにインジェクターでサンプル入れたのに出てこないっていうのと、漏れてしまう。要するにインジェクターから液がボタボタ漏れてしまうというのと、それから後ろのポジション信号ですね、これが出てこないというのが大体この3つが、こうインジェクター絡みでよくあるトラブルかなと思います。で、これまっとうに動いてるかどうかっていうのを判別するのは結構簡単で、まずはですね、ポンプ流してる状態でどっかから漏れてないかっていうのをよく見てみてください。で、一番漏れるポイントっていうのは、まず、前面のこの針を刺すポートですね。ここです。針を刺すポートですね。ここの針を刺すポートからじわっと液が漏れてきているようですと、これサンプルを注入しても入っていきません。で、もう一つですね、後ろの、ポートの5番と6番に、排液のラインがつながってるんですけども、これも後ろからつながってるんですが、こんな感じですね。後ろからつながっております。はい。で、2本排液のラインがあるんですけども、こいつがですね、詰まってしまったりとか、ポタポタ漏れてる、要するにここからじわっと来てる、損液してる時にじわじわ来てるようですと、多分、シールがダメになってしまって、サンプルを注入することができない状態になっている可能性が高いです。中にローターシールっていうのが入ってるんですけども、それの破損です。もう損液してるときは、全然漏れてこないのに、ポンプの損液を始めると、前方のポートですとか、ここの排液のポートからポタポタ来てしまうっていうのはもうシールの破損でございますので、シールを変えない限りは、復活することができません。実はですね、前私が7125、前回旧タイプのインジェクターで、シールの加工をして復活させちゃいましたけども、ああいうことをすれば、シールの交換なしに復活させることは可能ではございますけども、要するにシールの不具合、要するにシールが、ダメになってしまって漏れてる。で、漏れてると、サンプルを打っても、その打ったサンプルが出てこないということが起きてしまいます。で、次にあるのがですね、サンプル打っても、そのピークが出てこないという時にですね、よくあることとして、この排液のチューブのですね、先っちょ、これ見ていただくと、0.5 ファイですので穴が開いてるんですけども、ここが詰まってるっていうことがありえます。で、その時はですね、確認法すごく簡単で、こんなでっかいシリンジを用意していただいて、サンプルが溶けるもの、チューッと吸っていただいて、よいしょ。で、インジェクターに突っ込んじゃいます。はい。で、たくさん注入するとですね、実はこの排液から、普段に10マイクロとか20マイクロとか注入されてない方ってですね、排液のことって考えてないことが多いと思うんですけども、この排液ってですね、実は、よいしょ、ちょっと見にくいな。
ですね、インジェクターにですね、たくさん液を注入すると、こんな感じで、排液のラインから液が出てくるんですね、いっぱい。はい。で、これが出てくることが正常です。で、レバーを上に動かすと、排液のライン2個ありますので、今度は別のラインから出てきます。大体詰まってるのはこっち側のラインですね。こんな感じで、今出てるのがわかると思います。で、こっちの方がちょっとループを取る分、抵抗がありますね。はい。ただ、必ず出てきます。で、これが出てこないとなると、多分ここ詰まっちゃってます。はい。インジェクターの中で詰まってるってこともあるんですけども、大体がですね、この先っちょで詰まってるってことが多いんですね。で、カッターなんか持ってるようでしたら、この先っちょだけパチンと切り飛ばしてあげると、解決する可能性っていうのは高いんですけども、最低限ですね、必ず、そのレバーを上げた状態、下げた状態で、排液が、ここの5番、6番から出てる配管から液が必ず出ることっていうのを確認していただくと、中詰まってるかどうかっていうのを判断することができると思います。こんな感じですね。両方ともちゃんと出てきます。上も下も。こんな感じですね。両方出てると思います。詰まってるところで出てこないので、どっか詰まってるんだな。大体この先っちょが詰まってることが多いんだなっていうふうに思っていただければと思います。で、先っちょ詰まってなかったらですね、この中、いっぱい詰まってることあるんで、根元から外していただいて、で、排液のラインをですね、根元から外していただいて、で、見ていただければと思うんですけども、それでも詰まってるっていう場合は、完全にバラバラにして、多分ステーターフェースあたりで詰まってる可能性が高いと思いますので、ステーターフェースかローターシールですね。そのあたりを変えたり、洗ったり、中きれいにしたりっていうことが必要になるかなと思います。はい。で、次ですね。このポジション信号です。で、ポジション信号なんですけども、これ2本線が出てまして、で、どういう動きをしているかと言いますと、レバーが下に降りてるときですね。はい。レバーが下に降りてるときは、こことここがつながります。はい。要するに2本の線がつながったという状態になります。で、上に上がるとですね、上に上がった状態ですと、こことここが、離れた状態、要するに接続されてない状態になります。よく設定信号って言うんですけども、これ自体はですね、両台の場合は、パルスでパッとつながるというわけではなくて、下に降りてるとオン、つながってる。で、上に上がるとオープン。要するにつながってない状態になるという違いで、信号を出しております。大体、どのメーカーも対応してると思うので、ここからの選定信号が入らないということはないと思うんですけども、稀にですね、パルスじゃないと受け付けないっていうのが中にはいますので、フルインテグレーターなんかですと、つなげるのはちょっと注意が必要かもしれません。はい。で、先ほどのですね、インジェクターのトラブルのもう一つの例として、こいつの設定信号が出てこないっていうのがあるんですけども、一番多いのはですね、ここです。ここにですね、実は、接続用のジョイントがついてるんですけども、ここサンプル被っちゃったりとか3被っちゃったりして、酸化してダメになってしまう。要するにここが全然同通しなくなってしまうということが起きてしまうことが多いです。で、これなぜかと言いますと、この排液のラインをあまり気にされてない方が多くってですね、今、ここの、このジョイントの部分に排液がかかってしまってダメになってしまう。ということが、よく起きます。はい。なので、私、あえて、排液は後ろに流さずに、前にこうやって出してるんですけども、はい。このジョイントの部分に液がかかってしまうと、設定信号が出なくなってしまって、スタートが入らなくなる。スタートが入らなくなると、下ろした時にインテグレーターのスタートがかからないとかですね、PC インテグレーターも反応しないとかっていうことが起きます。というのがですね、インジェクターでよく起こるトラブルになります。はい。というところでですね、とりあえずインジェクターでよく起こるトラブルっていうのはそんなもんなんですけども、では早速ですね、この7125、ちょっと7725ですね、早速この7725をちょっとばらしていこうと思います。で、まずはですね、こいつホルダーから外します。はい。で、外すにはですね、まず配管を外さなきゃいけない。配管外さなくてもあれこれできちゃったりするんですけども、慣れない方は外しちゃった方がいいと思います。はい。
よいしょ。外していこうと思います。まずはホルダーちょっと外しちゃいますけども、よいしょ。外しました。で、配管外しちゃいましょうか。この辺の配管全部外しちゃいます。7125と一緒ですね。カラムにつながっているのが3番。で、ポンプから来ているのが2番。で、サンプルループですね。このサンプルループ。このサンプルループがつながっているのが1番と4番です。で、5番と6番が廃液ですね。はい。で、これ7125も7725も同じなんですけども、よくやってしまいがちなのがですね、このスパナ回してるときに隣の押しネジを曲げちゃうってことをよくやっちゃうんです。なので、なるべくスパナの角度を工夫したりとか、外す順番工夫したりしてですね、隣の、このネジを曲げないように注意してあげてください。これで配管が取れました。はい。で、はい。じゃあですね、配線も取っちゃいます。ここで取れるので、簡単に取れちゃいます。はい。で、じゃあですね、こいつのシールを交換する場合、どこを外せばいいかなんですけども、ここです。ここを回すと、で、今使ってるスパナはですね、レンチはですね、これいくらだろう。大きさを忘れましたけども、インチの六角レンチです。で、これレオダイによくついてる、標準付属でついてますので、それなくしてなければ、そちらの方をお使いいただければ、このネジ外れます。ミリのネジでは、ミリの六角では外れませんので、注意してください。はい。で、そうするとですね、ステーターフェースっていう部品がついてて、その奥にローターシールという部品が入っております。で、ローターシールなんですけども、こんな感じで、ここを外せば、大体一緒についてきちゃいます。で、こんな感じでですね、ローターシールを外すことが可能です。で、よく見ていただくとですね、その、穴が2つですね、開いてるのがわかると思います。そうですね、ここに長いのが2つ開いてて、ちっちゃい穴が1つ開いてます。はい。で、その穴と穴に、この薄い溝が掘れてるのがわかると思うんですけども、この状態になってしまいますと、うまく動かなくなる、まっとうに動かなくなってしまいます。はい。なので、シールの交換っていうのが必要になると。先ほどお話ししたように、インジェクターのポートからポタポタ漏れてしまうとか、排液のラインからポタポタ来てしまうということが起きてしまいます。新しいものに交換していただくのが一番ですね。はい。で、見ていただくとですね、ここに VS と書いてあるんですけども、これベスペルという表記でございます。で、ベスペルなんですけども、対アルカリ性がない代わりに、耐久性が非常に高いです。で、これとは別にですね、これ TS と書いたテフゼルというタイプがあるんですけども、これは対アルカリ性を持ったシールです。ただその代わり耐久性がありません。はい。なのでどっちを使うかっていうのはなかなか難しいところだと思うんですけども、はい。標準ではですね、VS、ベスペルというタイプがついてます。HPLC でアルカリ使うってなかなかないですので、HPLC でアルカリ使うってないですので、基本的にはベスペルで十分なんですけども、サンプルが結構アルカリによりだとかですね、
流している移動層がアルカリ性だとかっていう場合はですね、ちょっと特殊な場合ではあるんですけども、その場合はテフゼル TS というものを使わざるを得ないと思います。と、そんな感じですね。で、ここはですね、この穴がですね、今これ見ていただく、この穴の大きさ見ていただければと思うんですけども、やたら太くなってるとすると、サンプルで溶けてます。その場合はですね、もうテフゼル使わざるを得ないのかなと、よく見落としがちなのが、移動層はアルカリ性じゃないんですけども、そのサンプル自体が結構塩基性だ、アルカリ性だっていう場合はですね、その場合結構溶けちゃうんですね。なので、そういう場合はテフゼルっていうタイプを使っていただいた方がいいと思います。ベスペルでも、そんなに簡単にすぐ溶けないので、しばらくはお使いいただくことができるんですけども、そもそもローターシールの寿命って非常に長いので、せっかくでしたら頻繁に変えるよりは適切なものをお使いいただいた方がいいかと思います。で、ですね、これよく見ていただくとですね、その、溝と溝の間に、ちょっと難しいかな。薄いですね、その溝が掘れてるのがわかると思います。このような状態になってしまいますとですね、隣の穴に流れてしまうんですね。ですので、この状態のシールっていうのは交換が必要になります。私はお金がないので、交換せずに、再生しちゃいますけども、再生の仕方も実は結構簡単で、単純にこすってしまうだけです。これは800番の、サンドペーパーになりますけども、800番のサンドペーパーでゴリゴリ削っちゃいます。これで溝から溝の間の薄い溝がほとんど消えた状態になったのがわかるかと思います。削りカスをちょっと飛ばしてあげます。はい。で、削りカス飛ばしてあげれば、これで再生完了ですね。これはそのままお使いいただくことができます。ただこれやっちゃうとですね、テフゼルなのかベスペルなのかわかんなくなっちゃいます。字が消えちゃいますので、何がついてるかはしっかり覚えておいていただく必要がございます。こちらの方、組んでいこうと思います。よいしょ。で、シールにはですね、必ずこういう切り欠きがついてます。で、切り欠きがついてるところが、中見ていただくと、ここにピンが立ってると思います。で、ピンに当たる。要するに、これとこれを合わせるようにできてるわけですね。これレオダインさんは大体どれも同じような作りをしてますので、どっちか、どの向きか分かんなくなってしまったら、ピンの切り欠きを探していただいて、で、それをピンに合わせていただいて、つけていただくことが、つけていただくのがいいかと思います。で、当然のことながらですね、もともとついてた、その溝がついてる方というのを手前側にして取り付けます。で、よくやっちゃうんですけども、今私さらっと言いましたが、このバックアップリングですね。後ろにリングがついてるんですが、よくです、この中に、こんな感じで張り込んじゃったら、張り込んで一緒に取れちゃうんですね、こいつ。で、分からずにですね、これこのままシールを取り付けて上からこれを取っ付けちゃうと、順番が逆になっちゃうんです。ですので、必ずですね、このバックアップリングっていうのを先に外してあげて、後ろにはめてあげて、で、そのまま、スローターシールを入れてあげる必要がございます。で、あとはですね、こちらですね、もともとついてた方向に取り付けます。はい。で、どっちがついてたかっていうのはですね、なかなかわからなくなってしまうと思うんですけども、このレオダインっていうのがですね、この手前から読めるような方向に取り付けます。で、あとはですね、その大きな穴が4つ開いてますので、そのマーカーセンサーがここですから、このマーカーセンサーの部分を合わせて取り付けていただきます。こんな感じですね。はい。で、最後にですね、ステーターをつけます。で、これなかなかつけるの難しいんですけども、つける前に、必ずブロワーで、間の異物を取り除いてあげて、きれいにしてあげてですね。で、ステーターフェースですね。ステーターフェースの異物も取り除いてあげます。
で、これ光に透かしてですね、こう6つ穴が開いてるんですけども、6つの穴がちゃんと開いてることを確認してから取り付けてください。よくですね、中これ詰まってたりするんですね。で、詰まってるとですね、うまく、流れません。こんな感じですね。できました。詰まってるとうまく流れないですので、必ず中が通じていることを確認していただいてから取り付けていただきます。はい、で、そうしましたら、ステーターフェース3つ穴が開いてますので、ステーターのこの穴にきれいに合わせていただいて、で、合わせていただいたら、1個ここポチが立ってますので、穴が開いてますので、ここのポチに合わせていただいてつけるんですが、下向きにするとポロッと取れちゃうので、なるべく落とさないようにうまく取り付けてください。これ結構難しいです。こっちはなかなか落ちないので、こうしてつけていただくのが一番だと思います。こんな感じですね。はい。で、そうしましたら、元の通りにネジをつけていきます。で、最後まで締めずにですね、ちょっと中途半端に置いておきます。で、7725はですね、調整機構が非常に簡単に作られてますので、まずはそこの調整をしないといけないです。で、何をしなきゃいけないかと言いますと、まずはですね、このハンドルを取り外さないといけないんです。で、ハンドルを外しちゃいます。で、この横から、2.5 ミリ、本当はインチなんですけども、2.5 ミリの六角レンチで外れます。よいしょ。で、こちらも外します。で、ちょっとしっかりめにネジを抜いてください。で、飛び出したネジがなくなるまで、ここのネジを緩めていただいて、で、そうしましたら、実はここにですね、このハンドルのこの飛び出たところがはまる部分があります。で、そこに合わせていただいて、で、これはある程度、1回転ぐらい緩めてあげます。そうすると、ローターシールの押さえが緩みますので、この状態で、ここですね、六角レンチで、ここのネジを締め付けてあげます。で、このインジェクターの場合ですね、どれだけここを締め付けても、実はシールとそのステーターの押さえ付けっていうのは変わりません。で、どこで調整するかと言いますと、この今緩めたここの部分ですね、こいつで調整するような格好になります。で、どのぐらい締めればいいかなんですけども、軽い力で回していただいて止まるところ、で、止まったところからですね、だいたい90度です。90度ギュッと回していただくと、これで締め付け完了です。このぐらい締め付けなければですね、だいたい35メガパスカルぐらいは十分出るんじゃないかなと思います。で、締めましたらですね、ハンドル1回抜いていただいて、で、ハンドルの切り欠きに合わせていただいて、セットピンを締めてあげます。要するにですね、ハンドル自体はちょっと浮かした状態で本来は設置するんですね。こんな感じです。はい。これでローターシールの交換ができました。あとは、問題なく動くかなと思います。じゃあ最後にですね、こいつ完全にバラしてみようと思います。どんな構造をしているのか、完全にバラバラにするとどうなるのか、一回バラバラにしてみようと思います。で、ハンドル自体はですね、こんな感じで取れちゃいます。先に外しちゃダメだわ。
ではですね、これ、今度はですね、完全にバラバラにしてみようと思います。はい。よいしょ。まずは、ハンドル緩めるところからやっちゃいましょうか。後ろの、このネジを外す前に、実はハンドル緩めちゃった方が、順序としては正しいかと思います。よいしょ。こんな感じですね。で、まずここを緩めて、こいつは外しちゃいます。はい。で、そうしましたら、ちょっとホルダーから外しちゃいましょうか。で、インジェクトポートなんですけども、これ抜けます。実は抜けちゃいます。こんな感じですね。実は抜けてしまいます。はい。で、抜けたらですね、後ろのステーター外しちゃいましょうか。で、ここにどんどんちょっと並べていっちゃいます。はい。こんな感じですね。はい。よいしょ。まずステーターがあって、よいしょ。転がっちゃう。まずステーターがあって、で、ステーターフェースがあります。こんな感じですね。こんな感じで並んでます。で、その次に、こんな輪っかがいて、で、ローターシールがいます。はい、で、ローターシールがいたら、バックアップリングがいます。で、バックアップリングがあったらですね、ここが取れます。で、こいつをですね、実は抜けちゃいます。こんな感じですね。こんな感じで取れちゃいます。はい。で、あとはですね、この部分なんですけども、前の、さっき、スルッと外しちゃったんですけども、ここのインジェクトポートですね、これ引っこ抜くとですね、こんな感じで取れちゃいます。こんな感じでね、ここのね、バネを忘れない、なくさないようにちょっと注意してください。こんな感じです。で、最後にですね、こんな感じになってまして、最後の輪っかが来ると。で、最後、ハンドルがあると。こんな作りをしております。で、たまにですね、中に錆が入ってしまった場合はですね、この板バネのところとかに錆が入ってしまう可能性があります。で、板バネはですね、こんな感じになってます。よいしょ。このタイプは4枚入ってますね。このスラストベアリングは縦方向にぐるぐる回るベアリングと、それから板バネがついてます。こんな感じですね。板バネが4枚。ついてます。こんな形で、完全分解ができました。言うほど難しい構造をしてないんですね。はい、で、じゃあこれをまた組み立てていこうと思います。はい、で、ここですね、できればグリス塗ってあげるといいと思います。で、板バネはですね、どっち向きでも実はあんまり関係ないんですが、同じ向きに板バネを入れてあげて、で、スラストベアリングのこの方向ですね、この方向にスラストベアリングを入れてあげます。で、この、メインのボディにこれをそのまま入れてあげて、で、入れてあげたらですね、さっきのこの部品です。はい。この部品を、このインジェクトポートが入るところからスッと入れてあげて、で、中まで入ったら、こちらですね、インジェクトポートのホルダーをとっつけてあげてください。こんな感じですね。で、そうしましたらですね、ここの、最初の輪っかにですね、
マーカーセンサーを入れてあげます。こんな感じですね。マーカーセンサーを入れてあげて、で、マーカーセンサーを入れたらですね、ここのピンの穴に合わせて、こいつを入れてあげます。よいしょ。はい、違う。忘れてました。で、この出てるピンはですね、この辺です。まあ、この、まあ、なんか、前方後円墳の尻尾みたいなところに合わせるようにしていただければ入ります。よいしょ。で、このピンがここに入るようにしながら、この横方向のピンがここに当たるように入れていただきます。はい、で、そうしましたらですね、今度はバックアップリングです。バックアップリングはどっち向きでも構わないので、ローターシールの後ろに入れてあげて、で、ピンの向きに合わせてローターシールを入れてあげます。で、ピンの向きにローターシールを入れたらですね、今度はこちらの輪っかですね。で、3つ穴がある方と、それから4つ穴がある方があります。で、4つ穴がある方をローターシール側にして入れてあげます。で、4つ穴があるうちの2個並んでいるところがマーカーセンサーが刺さるところですので、マーカーセンサーとその穴を合わせてあげて入れれば、はい。こんな感じで、まあ、しっかり接続することが可能です。で、最後に、ステーターにステーターフェースを取り付けて、で、ステーターフェースにですね、ステーターを取り付けましたら、ここのピンが出ているところですね。ここを合わせていただいて、取り付けます。で、そうしましたら、最後、ここを締めていただいて、で、もうすでにここ緩めてますので、ここはしっかり締めてしまいます。で、間違った方向にピンつけちゃうとですね、結構中破壊しちゃうことがあるので、そのピンの向きっていうのは必ず確認していただいてから組んでいただくのがいいかと思います。壊しちゃうとこれ結構高いですので、悲しいことになっちゃいます。はい。で、そうしましたら、ホルダーとっつけちゃいましょうか。この向きか。そうですね。で、こうしていただいて、よし、OK ですね。で、ハンドルをここで取り付けるんですけども、先にちょっと閉めちゃいましょうか。で、手で回るところまで締めていただいて、で、これ一番初め締めるときはですね、4分の1回転締めなきゃいけないんですけども、2回目はもうちょっと少なめでいいと思います。ギュッと。はい。まあ、大体、片手で止まるところまでです。2回目は多分、そうですね、90度とは言わず80度ぐらいまでですね、締め込むと、そこで回らなくなりますので、そこまでで十分だと思います。で、これで完了です。で、よくですね、ハンドルのこの部分ですね、緩んでることありますので、これ、ちょっと一回外しちゃいますけども、こんな感じで緩んでることありますので、そういう場合はですね、ここからプラスドライバーで、締め込んであげて、で、ハンドルを固定してあげてください。これで固定されました。で、あとはですね、ここに切り欠きが2個ありますので、その切り欠きに合わせてセットスクリューを締めていきます。
これで取り付けました。はい。まあ、一通りこれで、セッティングは完了です。まあ、ですので、一回完全にバラバラにしても、言うほど、作りが、まあ、難しくないですので、結構単純ですので、こんな感じで、まあ、再度組み立ててしまうことができます。まあ、完全にバラバラにすることができちゃうわけですね。はい。はい。本日はですね、7725のメンテナンスについてお話をさせていただきました。はい。今後ともですね、こんな、まあ、メンテナンスとか、HPLC についての動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では、本日はご視聴ありがとうございました。